まずは学級裁判の簡単な説明から始めさせていただきます。学級裁判の結果は皆様の投票により決定いたします。正しい黒の指摘に成功なされば黒のみお仕置きとなります。ですが間違った人物を黒となさった場合は黒以外の皆様がお仕置きとされ、皆様を欺くことに成功なさった黒の方は卒業となります。なお、学級裁判は必ず公正に行われます。さてと、じゃあまずは感謝しなさい、あんたたち。犯人が誰なのかもうあらかた予想はついてるのよ。この事件の犯人は島立、光明院、桃利、ひしめき、女子会に参加していたメンバーのうちの誰かに決まってるわ。おうおう、ザワチン、他のもんはともかく姉さんが怪しいやと。指の1本や2本詰めるだけじゃ済まへんね。ほんまどないしたのか姉さん。あんたはもうちょいとその空っぽの頭の中を詰める必要があるみたいだね。橋沢さんがそこまで自信を持っているということは、何かちゃんとした根拠があるというわけですね。当たり前よ。バカにしないでよね。今回の犯行は女子会に参加しない限り起こせないものなのよ。女子会とな。桃利たちが他の女子たちと親睦を深めるために開いたパーティーのことだったな。光明院さんに夜通しパーティーをするから島立の個室には絶対に来るなときつく言われたのを覚えています。そのことについてレイブは少し気になっていることがあるんだが、あんな狭い部屋に6人もいたのなら、なぜ誰もすぐにミスキリギリがいなくなったことに気づかなかった。たとえ何らかの理由で席を外すことがあっても、帰りが遅ければ不審に思うことくらいはあったんじゃないのか。こんな事態になるまで君たちは一体何をやっていたんだ？女子会が始まってすぐにみんな寝ちゃいました。なるほど。女子会を兼ねてパジャマパーティーをするとは言っていたが、参加者全員で羊を数えるイベントのことだったのか。こんな状況の中、君たちは本当にお気楽そうで何よりだ。あたいたちだって本当は夜通し起きてるつもりだったよ。そのためにちゃんと眠気覚まし用のコーヒーまで飲んだってのに。そうよ。それなのに全員一斉に眠り出したのよ。絶対に誰かが意図的に眠らせたに決まってるじゃない。つってもよ、睡眠薬でも飲まされたわけじゃあるめえし。いや、睡眠導入剤なら保健室に常備されていたのを見た。大方そいつでも盛られたんじゃねえのか。確かにあの時みんなで飲んでいたコーヒーに何かが入っていたのは間違いないと思う。少ししかコーヒーを飲まなかった私は他のみんなよりも早く起きてキリギリさんがいないことに気づくことができたからね。そういうこと？あのコーヒーに何かを入れる隙があるのは女子会に参加していた人だけってことになるのね。犯人は女子会に参加したメンバーの誰かよ。そいつは初めから殺人を起こすつもりで参加したんだわ。コーヒーを飲んだ子たちはみんな寝ていたから、あたいたちは意図的に眠らされたんだよね。じゃあ他の連中の動きを封じるために犯人が睡眠薬を混ぜたんだな。それは違う。確かに
女子会に参加した人が私たちを眠らせたのは間違いないと思う。だけどその人が犯人だとは限らないんじゃないかな。まさか私たちを眠らせたのはあいつだっていうの？おお、光明院さんは何か知ってるんですか？女子会に参加したメンツの中で一人だけ飲み物に手をつけずに配膳係を請け負ってくれたやつがいたの。おいおい、じゃあどう考えたってそいつがやっこさんじゃねえか。一体誰だっつんだよ。キリギリさんなんだ。あの時コーヒーを配っていたのは被害者である彼女だった。妙な展開になってきたな。つまり君たちを眠らせたのは彼女というわけか？バカ言ってんじゃないよ。なんで殺されたキリギリちゃんがそんなことするんだい？あの子はコーヒーは飲めないからって、だから代わりにみんなに配るのを手伝ってくれただけで。ひしめきさんはみんなに飲み物とお菓子を配る前に桃李さんだけにはコーヒーを差し入れしてあげてたんだよね。ああ、あの時は桃李ちゃんがカフェインに弱いって知らなくて、あたいがうっかり渡しちまったんだよ。まああれはよく確認もしないで口をつけたマリンにも問題があると思うけどね。暴れるだけ暴れていの一番に寝始めて、あれは飲んだくれたおっさんといい勝負だったよ。あれあれ、桃李ちゃん下品なことするなって俺にはいつも言うくせになんで。ああ、まあおかわいそうに光明院さん、睡眠薬を飲まされてきっと悪い夢でも見てたんでしょうね。でも確かに地味アンテナの言う通りだわ。あのメンバーの中で一番初めに目を覚ました私はキリギリさんが出したコーヒーを唯一飲んでいなかったもの。じゃあ本当にあいつが一体何のためにそんなことをしたっていうの？ちゃんと説明してくれないと許さないんだからね。それで証明できる。図書室に落ちていたこの手紙、前に私がキリギリさんからもらったメモの字と照らし合わせると筆跡が一致することからも彼女が書いたものだと思う。今晩10時半に図書室に集まってください。全員に話す必要がある話なので絶対に来ること。この手紙の文おかしいわ。だってこの時間には彼女はすでに私たちを眠らせているのよ。全員集まることなんてできるわけないじゃない。というかそもそもそんな手紙俺はもらった覚えがないんだが。ギリギリ仲間外れは良くないぞ。寂しいからな。つーか俺ももらってねえぞんなもん。それならば初めから全員を呼ぶつもりなどなかったんじゃないか？みんなに話があるって言うとんのにみんなを呼ばへんのか？ルンルンって結構ドジっ子なんやな。事件のあった日の僕たちはいつもより疑心暗鬼になっていました。そんな状況で夜に一人で来いだなんて手紙をもらえば誰でも警戒しますよね。でも逆に他の人たちも集まっているから来てほしいといったような内容であればどう思いますか？脱出の手がかりが見つかったのかと思って手紙の言う通りに従おうとする人は少なくはないでしょうね。なるほど、物は言いようってことか。きっとキリギリさんは他の誰かに知られずにある人物と出会うために女子会に参加していた皆さんを眠らせたのでしょう。あたいたちになるべく嗅ぎつけられたくなかったってことかい？会ってることがバレると面倒になる子なんてこの中にいるとは思えないけどね。キリギリ以外の女子は島立の個室で眠っていたのだから相手は男子ということにはなるな。なんだと？一体誰なんだよ。夜に密会してたってその羨まっきらしからねえ野郎ってのはよ。その答えは
説明するよりも実際に聞いてもらった方が早いでしょう。ですよね、島立さん。うん。キリギリさんが女子会を抜け出した後で会う約束をした相手、それが誰なのかはこの証拠品が証明してくれるはずだよ。これで証明できる。なんだそのガラクタは。そっか。そういや、畑見くんは俺のせいであの場にいなかったんだね。これが俺たちの殺人を煽るための第二の動機となるものだよ。どうやら知らないのはあたいと畑見の二人みたいだね。それが一体何なのか、話を進める前に教えてくれるかい？うん。きっとそうした方が情報も整理できると思う。ホールドノバ、二人にアンチボックスの説明をお願いするよ。かしこまりました。アンチボックスには次の条件を含む音声を収録しています。その1、期間は1回目の学級裁判終了直後から現在に至るまで。その2、対象は13人の現殺し合い学園生活参加者に対して。その3、内容は反発的なワードを含む発言をした生徒の音声。以上の3つの条件全てを満たすもの。つまり皆様に対するアンチを含む発言があれば、それらは全てアンチボックスに収録されることになっております。要するに私たちの人前では見せない弱い部分を公開処刑する代物ってこと。ろくなものじゃなくってよ。だがアンチボックスはこれ以上の混乱を避けるため、俺がこの手で破壊したはずだぞ。それにあの時流れた音声の中で今回の事件に関わっていそうなものはなかったと思うが、確かに一時は混乱を招いたとはいえ、どれも泣き言や他人に対する不平不満ばかりだったと記憶している。ごたくはいい。さっさと再生すればいいじゃねえか。説明をするより聞いた方が早いって話なんだろう。そうですね。これであなたもはっきりすると思いますから。は？なんだよ、これ。毛玉たちの泣き言や不満とは明らかに違う。これは、確実に私たちの中の誰かに、殺意があるものじゃない。アンチボックスに収録されていたのは、事件前にみんなで聞いていた、上田くん、アルマダくん、キリギリさんの音声と、この最後の音声の4つでいいんだよね。はい、以上4件の音声を収録させていただいておりました。なんと俺の政権好きでも完全には破壊されていなかったのか。その諦めの悪さだけは気に入ったぞ。壊されたアンチボックスは食堂からキリギリさんの自室に移動していたんだ。多分彼女は手がかりを少しでも多く集めようとしてアンチボックスを調べてこの音声を聞いてしまったんだよ。そして私たちの中で殺人計画を練っている人がいることを知ったんだ。まさに聞いてはいけない死の呪いの音声だな。じゃあキリギリちゃんがあたいたちを眠らせてまで会いに行った人物ってまさか。この音声の主、それ以外考えられないでしょう。彼女はその人物を呼び出して殺人計画を止めようと説得を試みたんです。殺人計画を止めてくるなんて、周りに言ったら大混乱になるのは間違いないからね。それで結局犯人に口封じに殺されちまったってわけかい？
あたいにだけでも相談してくれればよかったのに。その殺人計画を練ってたやつってのはどいつなんだい？そんな畜生はあたいがこの手でさばいてやるよ。この音声の人物が誰なのか、皆さんならもうわかるんじゃないですか？わかるわけないよ。だってアンチボックスの声ってみんな変な声になってるんだもん。誰の声かわからなくたって他の観点から推理をすれば一体誰なのか特定することはできるはずさ。これで証明できる。この音声の人物の口調に注目してみると、畑見くんのものとよく似てる気がする。Exactly。この物騒で乱暴な口調は彼しか考えられないだろう。会っているところを誰かに見られると厄介な相手。それがミスター畑見のことならある程度納得はいくんじゃないか。現にそうだったはずです。現場にはこんなものも落ちていたことですしね。あら、そのライター、前に畑見くんが持っているのを見かけた時のとよく似ているわ。やはり彼のものだったんですね。こんな危険物を持っているのは彼くらいだと僕も思っていたところですから。って言われてるけど、あんた実際のところはどうなのよ。丁重に扱えよ。そいつは特注品だからな。お前たちがたとえ大枚をはたいたとしても手に入らねえ代物だ。特注品ということはお前以外に同じライターを持っている奴はいないということか？そうか、もろたでこの事件。犯人はハタミンや。殺人計画を知って自分を呼び出してきたルンルンを口封じに殺したんやな。なんちゅうけど極まりないやつや。話を聞け。俺は黙れ。ワイは前からお前は絶対いつかやると思ってたんや。ルンルン殺したんも最近ワイの枝毛が多いもん。阪神負けたんも全部お前のせいなんや。犯人はハタミンや。それ以外ありえへん。現場にライターが落ちてたからキリギリに会ってたのはこいつってことでいいんだよな。アンチボックスの口調もこいつだったわ。ルンルンは殺人計画を知ってそれを止めようとしたのに、お前は他のみんなに計画がバレることを恐れてルンルンを一方的に襲ったんやろ。それは違う。襲撃を仕掛けたのは畑見くん。本当にそうだったのかな。もしアルマダくんの言う通り畑見くんがキリギリさんを襲撃したのなら、彼の首の傷の説明がつかないんだよ。傷？何の話？そうそう、畑見のやつ事件後になってまた傷を増やしてやがったのさ。昼にあたいが手当てしてやった時は綺麗だった首の後ろにやけどみたいな跡があってね。また盛大に転んだりでもしたの？さすがにどんな間抜けでも首の後ろなんて怪我しようと思ってもできないでしょ。だったら別の誰かに攻撃されたとしか考えられないよね。じゃあハタミンに襲われたルンルンが起点を利かせて反撃したんや。きっとその時についた傷。キリギリさんと畑見くんにはかなりの体格差があるんだよ。彼女がそう簡単に反撃できると思う？それに運よく相手に反撃できたとしても、自分に襲いかかってくる相手の真後ろから攻撃ってできるのかな？
しかも相手はただでさえ警戒心の強い畑見くんだ。彼に一発後ろからかましたってだけでもびっくりなことだよね。少なくともその傷を受ける前は畑見くんの方から彼女を襲撃しようとしているはずがないってことなのね。不意打ちしたんはルンルンの方やったってことか？じゃあまさか今回の事件を起こしたんはキリギリさんの方だったとしか考えられないんじゃないかな。おいおい、さっきから何だってんだよ。また殺されたキリギリだっていうのかよ。他の女子を眠らせてこっそり女子会を抜け出したり、畑見に不意打ち食らわせたり、そんなことをあいつが本当にしたっていうのか。それじゃああいつのやってたことはまるで彼女の方が殺人計画を企てていたように感じるな。ミスター畑見を殺し、その後何食わぬ顔で女子会を行っていた個室で狸寝入りをすればアリバイも成立だ。それはさすがに違うんじゃないかな。キリギリちゃんが畑見くんを殺すつもりだったのなら、畑見くんの怪我はそんな軽いもので済んでないでしょ。そうだよ。自分を殺そうとした相手に後ろから攻撃を受けて出血もしてないってのは悪運が強いってレベルじゃないって。ひしめきさんたちの言う通りです。きっと彼女は畑見さんの計画を止めるため、彼の身を確保しようとして攻撃を仕掛けたんですよ。彼女は僕たちを守るために勇敢に彼に立ち向かったんです。それなのにそんな言い方をするなんてあんまりじゃないですか。気を悪くさせたのならすまない。だがこれではっきりしたんじゃないか。ミスター畑見の動きを封じるために彼を襲撃したミスキリギリが死に、当のミスター畑見はこの場に立っているということは、彼は自分を襲った相手を見事返り討ちにしてしまったのさ。なるほど、過剰すぎる防衛をしてしまったということか。結局この事件の犯人は一体誰なんだい？死闘の末、最終的に生き残ったのは畑見ということは、やはり犯人は威圧しか考えられまいよ。呼び出された相手から襲撃を受けて彼も相当混乱したんだわ。きっと衝動的に起きた殺人だったんでしょうね。それは違う。今回の事件は衝動的なものなんかじゃなく、念入りに計画された事件だったはずだよ。それはキリギリさんの遺体に巻きつけられていた延長コードが証拠になるんだ。モノクマファイルによるとキリギリちゃんの死因は感電によるものだったね。絶縁部分が切り取られ、導線部分がむき出しにされていたので、あの延長コードが凶器なのは間違いないでしょうね。だったらやっぱり犯人が畑見くんだとは考えられないよ。とっさの反撃でコードに細工を施して相手の体に巻きつけて感電させるなんて、いくらなんでも不自然すぎると思わない？襲撃を受けている中、いちいちコードに切れ目を入れる時間はどう考えてもないだろうしね。それじゃあこういう考えはどうかしら。その延長コードは初めから細工がされていたのよ。誰が何のためにそんなことを？もちろん殺人をする動機があった畑見さんですよ。もともとその細工した延長コードで殺人をするつもりだったとしたら、想定外のことが起こり誰かに襲撃を受けたとしても
本来の殺人で使うはずだった凶器を使い回すことで彼女を殺害することができます。これで証明できる。もしその動機がなかったとしたら。畑見くんはもともと殺人計画なんて企ててなかったとしたら、延長コードに再考する必要はないよね。何を言っているんですか、島立さん。アンチボックスの音声を聞いたでしょ。この中の誰かを狙っているような口ぶりは間違いなく畑見さんの口調。畑見くんの口調にそっくりだったね。そう、そっくりなだけなんだ。月とすっぽんみたいにね。女子会で別人のような口調になった桃李さんを思い出してふと思ったんだ。私たちはもしかしてあのアンチボックスに誘導されてたんじゃないかって。直前に特徴的な口調のアルマダくんたちのような声を聞くことで、私たちはアンチボックスの声の正体を話し方だけで想像するようになっていたとしたら、それは例えば状況によって別人のように口調が変わる人がいた場合、致命的な勘違いを起こすことになる。まさかまたあたいたちはとんでもない勘違いをしちまってるっていうのかい？いくらなんでも考えすぎじゃないのか。そんなことを言い出していてはキリがなくなるぞ。そうかな。俺はもう少し島立ちゃんの言ったことについて話し合ってみてもいいと思うよ。あの音声が畑見くんか畑見くんじゃないのか、今回の重要な鍵となってくる気がするんだ。それにさ、みんなは感じなかった？あの最後の音声、なんだか変なところがあるって。言われてみればそんな気がする。他の音声と違ってあの音声は何かが足りてないような。何？足りないもの？優しさとか？そうか、わかったよ。そうだ、この音声だけ最後に終了アナウンスが入ってないんだ。みんな、上田くんやアルマダくん、キリギリさんの本音が流れた時のことを思い出してみてよ。メッセージの再生を終了します。メッセージの再生を終了します。ああ、思い出したぞ。留守番電話みたいな音声のことだな。あれ？でもさっき流れた音声は終了アナウンスはなく、途中で音声が途切れていたな。つまりあの音声にはまだ続きがあるってことなんじゃないかな。松岡が破壊したからちゃんと音声が再生されてなかったってわけね。まったく、あんたが余計なことしたからじゃない。すみません。責任を取って光明院さんは俺がもらいます。どんな責任の取り方よ。なるほどなるほど。この違和感はこういうことだったんだね。じゃあせっかくだし
最後まで聞いてみようよ。レイブたちに様々な災いをもたらしたその箱の奥底に眠った最後の手がかりが希望となればいいが。モノクマ、アンチボックスに本来収録してあった4番目の音声データをもう一度聞かせてほしいんだ。話は聞かせてもらった。いや、聞いてなかったけど別にいいや。迷うな。迷いつつも。お願い。機械を壊しちゃったのは悪かったよ。でも、今あの音声を聞かせてくれれば、裁判がもっと盛り上がるんだ。学級裁判が盛り上がるの？じゃあ、特別に発表いたしましょう。いいの？僕ってお願いされると弱いんだよね。かしこまりました。それではただいまより指定された音声データの再生を開始いたします。メッセージの再生を終了します。以上が今回アンチボックスに収録させていただいたものです。どういうこと？この音声の人物が狙っているのは超高校級の悪運。それってハタミを狙ってるってこと？みんなの今までの考えでいくと、ハタミくんがハタミくんを狙ってることになっちゃう。あれあれ、これっておかしいね。つまりこの音声の正体はハタミくんじゃない。彼は殺人の動機なんて持ってないってことだよ。嘘だろ。本当に島立の言う通り、ハタミは犯人じゃねえっていうのかよ。ここから先はあんたの意見を聞いた方が早いってもんだね。ミスターハタミ、事件の晩君に一体何が起こったのか話してもらおうか。そうや。ワイがハタミンに黙れ命令出してんやった。喋ってええで、ハタミン。別にお前の指示に従ってたわけじゃねえ。根拠のねえ発言を控えてただけだ。大体の流れはお前たちが今出した結論通りだ。全員に用がある話だとあったんで、俺は手紙に指示された時刻に図書室に行った。その手紙の文は警戒心の強いあんたを呼び出すためのもので、実際に呼び出されたのはあんた一人だったってわけね。ああ。だからそんなことまでして俺に一体何の用があるのか問いただそうとしたが、そこであのチビは俺を襲撃してきた。初めの一撃は俺には当たらなかった。そこで俺はあいつから逃れるために隙を作って図書室を抜け出し、男子更衣室に逃げ込むことを考えた。男子更衣室に逃げ込めば女であるキリギリは入ってこれないだろうからな。それでその後は何があったの？キリギリさんから逃げることはできたの？そこから先の記憶はない。一番大事なとこやで。男子更衣室の鍵を解除した直後、あの女に背後から攻撃された。そこで俺の意識はなくなった。その後は火災報知器の鳴る音で目を覚まし、音が鳴っていた男子更衣室の扉を開け、
あとはお前たちと同じだな。じゃあ何？あんたは事件の渦中にいながら結局犯人の顔すら知らないってことなの？ああ、そういうことになるな。だが今までの裁判の流れを踏まえると、今回の事件を企んだ首謀者なら大方見えてきた。あら、本当に？じゃあ無実を晴らしてあげた分、きっちりお仕事してね。この事件、順当に考えれば俺が意識を失った後に犯人が現れ、探偵のチビを殺したことになる。だったらなぜ犯人は倒れている俺を殺さずにわざわざあの女の方を狙ったのか。確かに意識のないあんたを殺す方が万が一にでも逃げられる心配はないよね。この裁判でその理由が分かった。今回の事件の首謀者にはおそらくある目論見があったんだろう。あの女を殺し俺を殺人犯として処刑をすることで、そいつの大義は果たされることになる。これで証明できる。アンチボックスの最後の音声の人物。言うまでもなく、その人物の狙いは畑見くんだったし、殺人計画を企んでいたことはキリギリスさんに知られてしまっていた。だから二人とも殺そうと考えたんだ。でもあの音声の正体なんてもう分かりっこないわよ。あんな口調のやつ、もう私たちの他にはいないし。関くん、あなたなんじゃないかな。島立さん、今は学級裁判中なんですよ。こんな時に僕や皆さんをからかうのはよくありませんよ。あなたこそ、私がこんな時に冗談を言うって本気で思ってるの？待てって島立。いくらなんでもそれはねえだろ。ありえねえって。キリギリは関に一番懐いてて、こいつだって何かと気にかけてたし、アンチボックスの騒ぎの時だって俺たちのために暴走する俺を必死に止めようとしてくれたんだぞ。私もずっとそう思っていた。どんな時でも落ち着いていた関くんがあの時あんなに取り乱したのは、みんながこれ以上傷つき合うところを見たくなかったんだって。でもこの裁判であれほど拒んでいたアンチボックスを何のためらいもなく畑見くんに突きつける関くんを見て、ある可能性が浮かんだんだ。あの時彼が必死にあの機械を触らせないようにしたのは、壊れる前のアンチボックスの音声を聞かれたくなかった、彼の秘密があったからなんじゃないかって。根拠はそれだけなんですか？まさかそれだけの理由で僕だと決めつけたわけじゃないですよね。それは。島立さん、僕だってアンチボックスについてはできることなら本当は触れたくもないんです。ですが今はそんなこと言っている場合じゃないじゃないですか。
だから僕は真実を見つけるために。いや、根拠ならある。お前が俺に殺意を抱く動機はすでに分かってる。でもあれは。何をためらうことがある。余計な気を回す暇があったらさっさと突きつけてやれ。これで証明できる。図書室である資料を見つけたんだ。私たちと同じ高校生が十数人亡くなった事件に関するものだった。生徒たちはみんな見分けがつかないくらいに惨殺されていて、この資料によると犯人はその生徒たちのクラスメートの可能性が高いんだって。可能性？うん。この事件の犯人は捕まっていないそうだよ。事件の容疑者が高校生であることから名前は公表されず、その運の強さから密かにその人物はある名前で呼ばれるようになった。超高校級の悪運と。それっててめえ、前から怪しいとは思ってたが、大量殺人犯だったのかよ。アイスイ。君が今まで堅くなに肩書きを隠していたのもそのためだったのか。待って、今重要なのはこの後の話なんだ。その事件の被害者リストに気になる名前があったんだよ。これで証明できる。関みゆきさん。この人ってあなたと同じ関の名字だよね。あなたがこの人に関係のある人物だったのなら、みゆきさんを殺した超高校級の悪運を恨んでいてもおかしくない。言いがかりはやめてください。偶然ですよ。僕のような名字の人なんていくらでもいるじゃないですか。まあ確かにワイと違ってセッキーの名字は別に珍しくないからな。皆さん、この話もうやめませんか？今回の事件と関係があるとは僕には思えません。関みゆき、本当にこいつはお前の知り合いじゃないのか？僕はそんな人など知りません。名字が同じというだけで決めつけるのは早計な話です。偶然の一致というのも考えられねえ話じゃねえよな。殺された彼のことはお気の毒だとは思いますが、僕とは何の関係もない方ですよ。よーし、ワイは異議なーし。関みゆき、本当にこいつはお前の知り合いじゃないのか？僕はそんな人など知りません。それは違う。やっぱり関君はみゆきさんのことを知ってるんだよ。何度も言わせないでください。何の根拠もなしに決めつけるのは。関みゆき、リストに載っているこの名前だけを見たとき、普通はどんな人だと思うかな。みゆき言うくらいやからやっぱべっぴんさんなんちゃうんか？あら、名前だけで女の子のレベルを決めるのは感心しないわねって。あら？そう。
みゆきという名前は女性に多い名前だよね。名前を見ただけではその人物の性別まではわからないはずだよ。だけど関君はみゆきさんのことをはっきり彼と言い切った。関君、みゆきさんは男の人なんだね。やっぱりこの人のことを知ってるんだね。知っていたら何だって言うんですか？僕は超高校級の警察官です。その事件は以前から知っていました。だから被害者のことを知っていても当然ですよ。さすがに無理があるわよ。見知った顔でもない被害者の名前や性別をいちいち覚えてるっていうの？島立さん、本当に残念です。僕はあなたのことを大切な仲間であり、かけがえのない友人だと思っていたのに。あなたは僕を裏切るんですね。それは違う。今でも私はあなたのことを大切な友達だと思ってるよ。それなら僕のことを信じてください。僕は今回の事件に何も関わっちゃいないんだ。だったらどうしてあなたはあの時あんなことを言ったの？あなたが事件に関わっていないというなら、あの時の発言は大きく矛盾することになるんだよ。これだよ！私たちの個室は完全防音なんだよ。どんな音も通さないのは初めの捜査で証明したはずなんだ。実際に女子会でキリギリさんに眠らされた私たちは個室から出るまで報知器が鳴っていることに気づかなかったんだ。関君、もう本当のことを話してよ。あなたは一体どこで報知器の音を聞いたの？いい加減にしろよ、島立。さっきから聞いてれば言葉尻取るような真似ばっかりしやがって。上田さん、もういいんです。いいわけねえだろ。お前さんばっかり責めるような真似俺は許せねえ。もういいですから。絶対に俺たちを支えてくれたお前さんが犯人なんかじゃねえって証明して。いいから黙ってろっつってんのが聞こえねえのかよ。え？ああ、いい子にしていればあいつをやっつけて気持ちよくハッピーエンドを迎えられたのに、あんたのせいで全部台無しだ。責任取ってくれますよね、島立さん。関？あんた一体どうしちまったんだい？今までの彼の爽やかな笑顔は営業用だったってことよ。そんなに驚かなくても私の業界ではよくあることだわ。いやー、これでやっと君とお話ができそうだね。関良平くん、今回の事件を起こしたのが君ってことなら、昼間の畑見くんとの大喧嘩も本当は君自身が蒔いた種だったってことだよね。ひしめきちゃんたちが畑見くんを抑えて結局うやむやになっちゃったけど、自分を助けようとしてくれた人に対してあんなに乱暴に怒るのは変だもん。だから俺は畑見くんの人間性を疑ってたんだけど、君が嫌がらせをして彼を怒らせたのなら納得がいくんだよね。
そんな言い方はやめてほしいな。大罪人を裁くために踏み出した僕の足が少しばかり長かっただけですよ。それにあの時僕の取った行動が今回の計画を実行する際、協力者であるキリギリさんの助けになったみたいですからね。むしろよくやったと褒めてもらいたいくらいです。なんとなく見えてきたよ、この事件の真相が。おかしいとは思ってたんだ。いくら殺人計画を止めるためと言っても、彼女一人で畑見くんに立ち向かうのは無謀すぎるもの。きっとキリギリさんは信頼のある相手に事前に相談していたんだ。そして彼女が相談をするような相手といえば、あなたしか考えられない。わかったよ。全部ゲロっちまえって言いたいんだろ。いいですよ、事件のことを証言しても。このまま僕が口をつぐんでもお話は進みそうにないですし。島立さんの言う通り、アンチボックスの騒ぎがあった後、彼女は僕のところに来て例の音声のことを相談しに来たんです。いやー、あの時は驚きましたよ。この声の人物の計画を止めたいだなんて言い出すんですから。でも話を聞いているうちに面白いことに気づいたんです。彼女が止めようとしている相手がなぜか僕じゃなくて僕の標的だということにね。あんたは例の事件の因縁で畑見を狙い、ミハルはアンチボックスのせいで殺人計画の首謀者を畑見だと思い込み、あいつの強行を止めようとしたんだ。それが大きな勘違いだということにも気づかずに、よりにもよって計画の首謀者のあんたに協力を仰いでしまった。でも僕はちゃんと正直にキリギリさんに話したんですよ。僕は彼に正義の制裁をしなければならないんです。で、そしたらなんと僕の正義に賛同してくれるって言うじゃないですか。嬉しかったな。やはり持つべきものは仲間ですよね。あなたの仕事はハザミさんを誘導して男子更衣室の前まで連れてくること。あとは僕がうまくやりますから。彼女にはそう伝えておきました。彼は昼間の喧嘩騒ぎの時、僕によって存分に走ることができない状況にある。そんな状態で性別の違う相手に襲われたら、逃げ込もうと考える場所は限られてきますからね。ミスター畑見が取った行動は全て君の策略のうちだったというわけか。忠実に計画を実行してくれた彼女の最後の役目は、僕の正義の犠牲になってくれること。せめて痛みを感じずにその役目を果たせるように、彼女は僕の手で眠らせました。畑見さんの誘導に成功し、安心しきった様子で、僕の待っている男子更衣室に入ってきた彼女の隙を突くのは容易でしたよ。あとは勇敢に戦ってくれたキリギリさんを殺した悪の大量殺人犯を、この僕が学級裁判で糾弾し処刑する。描いていたストーリーはこんなところです。どうです？あの男に一番ふさわしい正義の制裁だとは思いませんか？お前はその制裁とやらのためにキリギリを捨て駒に使ったってことなのか？それだけじゃないよ。キリギリちゃんを殺してその罪を畑見に着せて処刑するのが目的ってことは、もしあいつの言う通りに投票をしていたら
あたいたちは全員不正解で畑見もろとも処刑されてたってことだ。だったらよ、今まで俺たちをあんなに支えてくれたのは俺たちを利用するためだったっていうのかよ。なあ関、どうなんだよ。何言ってるんですか？上田さんも島立さんもキリギリさんもみんな僕の大切な仲間です。だからこそ僕にはあなたたちの協力が必要なんですよ。正義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 正大きな犠牲を払ってこそ正義は真に意味をなすんだから。おまわりさん、ここに頭のネジ飛んだサイコパスがいまーすバーカ、俺がそのおまわりさんだよ。あー、そうやったー。世も末だな。どいつもこいつも簡単に人を裏切りやがって。決めたぜ。てめえは絶対に許さねえ。投票を始めろ。こいつを処刑するんだ。てめえのその人を舐めきった態度は絶対に許さねえ。上田の言う通りだ。関、お前にも何か事情があったようだが、お前を信頼していた俺たちを、キリギリをそんな風に扱ったことだけは絶対に許されることじゃない。俺たちの覚悟が揺らがぬうちに投票を始めてくれ。怖い怖い。これじゃあ誰が殺人者だかわかりませんね。わかりました。では投票だ。待て。何さ、何なのさ。お腹でも痛いの？畑見くん、どうして？投票には反対だ。その男は犯人じゃねえ。そっかー、セッキーは犯人やないんか。じゃ投票はまだせん方がええなーって。どういうことだよ。彼はキリギリちゃんを殺して君に濡れ衣を着せて偽物の黒として俺たちと一緒に君を処刑するつもりだったんでしょ。なのになんでそれも彼に殺されかけた君が彼を守ろうとするんだよ。あれ？皆さん知らないんですか？ピンチの時には必ずヒーローが現れてくれるんですよ。なんてな。ふざけた真似はもうたくさんよ。あなたまさか彼に情けをかけてるつもり？だったら後にしてくれる？今は私たちの命もかかってるのよ。情けだなんだそういう話じゃねえ。まだ真実は何一つ見えちゃいねえんだよ。犯人は関君じゃなくて私たちの中にいるっていうの？そんなことはありえないよ。おっと困るな。皆さん全然納得していないじゃないですか。反論するならちゃんとしてくださいよ、熱海さん。いいか、よーく見とけよ。反論っていうのはな、こうやんだよ。
鼓動の時間です。犯人は関君以外に考えられないよ。畑見君に罪をかぶせるためにキリギリさんを利用したのはあなたでしょ。心外だな。僕は利用なんてしてませんよ。キリギリさん自ら僕に協力してくれただけです。あなたはその協力してくれた彼女を裏切った。畑見君を気絶させた後彼女を殺したんだ。捕まえた。島立さん、この僕が殺人だなんて、そんな正義に反する悪行をするわけがないじゃないですか。それに、それを証明してくれるのはあなたなんですよ。私が？もう忘れたのかよ。モノクマファイルをちゃんと見ましたか？キリギリさんが殺害されたのは12時頃ということでしたよね。でもよーく思い出してください。その時間、僕は島立さんと桃利さんと上田さんの4人で共に行動していましたよね。そうだ。そいつはその時間俺たちと一緒にいた。それだけじゃねえ。火災報知器が鳴り出した11時50分くらいから俺は野郎とずっと一緒だったんだ。そいつにはアリバイってやつがあるじゃねえか。なんだと？じゃあやはり関は犯人ではないのか？今まで虎視眈々と機会を伺っていた彼のことだ。何かアリバイをごまかすための仕掛けの一つや二つ施していただけじゃないか。そう考えるのが妥当ですかね。それじゃあ次はその謎について皆さんで話し合ってみましょうか。ちょっと、なんで疑われてる張本人のあんたが仕切ってんのよ。でもその謎を解明しない限り真相にはたどり着けないんですよ。ほら早く僕のアリバイを崩さないと。なんかこれやばい気がするんやけど、追い詰めたつもりがいつの間にか完全にリズム狂わされとるような。さて皆さん、次に話す議題も決まったことですし、話を続けようか。